皆様ごきげんよう。先ほどね会見終わりまして、皆さん知ってもらえたと思うんですけど、今ラスベガス来てまして、フロイド・メイウェザーと9月に、試合が決まりました。僕はやっぱ MMA ファイターなんで、賛否両論あると思うんですけど、格闘家でこのオファー来たら断るやついないでしょっていうことで、MMA の選手として、世界を目指してやっていくっていう中で、メイウェザーの知名度をね利用して、もっと面白い MMA ファイターの選手とかとできたらいいし、MMA ファイターの中で見てもやっぱボクシングテクニックで多分勝てる人って、世界中いないし、この世界一だった男と試合していろんなテクニックだったり、これからの期間はね、試合前の期間ボクシングをずっと練習していくんで、MMA 選手世界中誰が来ても怖くないようになれるのかなと思いますんで、今回挑戦することを決めました。ただね、パンチ力で言ったら相当自信あるんで、ただで返すつもりはないっすね。あいつ金儲けぐらいの感じで来てると思うんですけど、もう全力の初めてのファイトスタイルでもう1、2発もらいながらもうぶん殴っていこうかなと思ってます。本当にね、なんだかんだ言ってもメイウェザーって世界で知らない人いないぐらい有名だし、これで少しでもね世界の有名なファイターとかに目をつけられたら嬉しいし、コナー・マクレガーとかもメイウェザーとボクシングファイトやってるんですけど、それを超えるような試合をしてマクレガーとかともやりたいですね。そういう喧嘩売っていきたいですね。メイウェザーと対面してみてどうでしたか？いや普通に弱そう、ぶっちゃけた話全然俺の方がでかいし、多分体も俺の方がだいぶでかいから、天心君とやった時体重差すごかったじゃん。逆に多分俺の方が全然重いと思うな。80近くあるから体でかくしすぎて、体も三國さんの方がでかかったですね。そうだからね、多分パンチ力とかは全然戦えると思うんですよね。で多分俺の打撃って結構特殊なんで、そのボクサーにはない感じなんで、絶対に今まで戦ったことないタイプのストライカーだと思ってるんで、自分のことだから俺はあえてボクシングのテクニックを入れてこうとかじゃなくて、この今のスタイルのまMMA ファイトのような感じでもうミットの数を増やしたり、日本のボクサーの方とスパーリングしたりっていうのはやっていくんですけど、ボクシングテクニックを入れたりはせずにやっていこうかなと思ってるね。このままいった方が強いんじゃないかなっていうやりにくいんじゃないかなと思うんだよね。確かにやっぱみんなキックボクサーの人とか K1 ファイターとかとやっぱスパーリングしても俺の打撃やりにくいって言われるから、言いますよね。このままいった方がいいんですよ、絶対。ぶん回してね、一撃でもとりあえずいいのに入れてぐらつかせたいよね。本当 KO する気でやりますよ。楽しみですね、マジでもね、3分3ラウンドじゃん。全然俺いけると思うんだよねぶっちゃけはっきり言うといけそうな気がします。俺打たれ強さは結構自信あるんで、本当肉を切らして骨を断つ戦法でもガンガンもらいながらいこうかなっていうのは思ってる。もう KO 負けしたことないですもんね。KO 負け一回もないね。人生で一回も KO 負けしたことないから、マジ楽しみだね。ちょっと世界中をどよめかせたいよね。あいつ絶対おごり出てるからおごりが試合映像も見ないって言ってましたね。めっちゃ見てると思うよ絶対見てますね本当はね、メイウェザー一発蹴ると5億みたいなんで、ちょっとクラウドファンディングしようかなと思ったんですけどでも2発はいるんですよね、絶対。2発はいる。2発はいる。倒すのにでも一番絶対入る技は、俺が年末見せた斉藤戦で見せた右ストレートに合わせて天下を左の膝蹴りを腹にぶち込むのは絶対決まるんだけど、うんうん、
5億はでかいよな。でかいですね、ちょっと。まあしょうがないですね、それは。まあ入れたらちょっと大事件になるけどね。めちゃめちゃニュースなんですよ、それめち。ゃめちゃね。試合の日程って決まってるんでしたっけ？試合の日程は完全には決まってないんですけど、9月の5日っていうことなんで、まあちょっとね、MMA の軸はぶらさずといったものの、今からちょっとパンチだけの練習をしていこうかなと。ここ最近さ、総合の練習もしつつボクシングの練習めっちゃしてたんだけど、はい。やっぱグラップリングとかやった後にミット打ちやると重くて全然練習量がいかないから、とりあえずはなんか走り込みとボクシングに特化した練習だけしつつ、まあ、今のスタイルは変えずにって感じでいこうかなと思ってる。なるほいやー、あれですよ、俺たち弾丸できたじゃん。ど。はい。もう明日帰ってまたそうですねザ・マッチの解説やるんで、うん。すぐ帰らないといけないです。はい。であんな一方的に喋られてね、舐めてるよ。ほとんど話しましたね。話長すぎるマジで。MMA としてはどんな感じの未来予想とかしてます？いやそれこそね、俺はなんかクレベルにやり返したいとか、あとベラトールの、ね、有名な選手とかやりたいじゃん。はいでもメイウェザーとやったら多分普通に力来ると思うけどね。確かに知名度も上がってると思うんですね。やっぱなんだかんだ言っても日本で試合するときはやっぱそういう知名度ある人と戦いたいっていうのがあると思うから、ピットブルとかさ、その辺とやっぱやりたいのは変わらないんで、まあそういうためにもなんか今回俺も利用させてもらうみたいな感覚で試合受けてるんで、まあ、やるチャンスは上がりますよね。完全に。やるチャンスはめっちゃ上がると思うし、なんかこんなチャンスつかまないわけないし、俺たちが想像もしてないようなことがいろいろ起きるんじゃないかなっていうのは思ってる。いや全ては MMA のため、ボクシングに転向する気とかもないし、だから本当に、MMA の選手として世界で活躍していきたいっていう中での、まあ本当に一時期ボクシングの練習してもいいじゃんっていう、結果的に MMA に使えるんだからっていう感じで受けましたね。だから年末も試合したいと思ってるから、まあ、9月試合してで、まあキレキレになった俺の状態でまたね、年末もね試合したいですけどね。で今回さ、体重が70キロ契約だから、うん。まあ、一応俺有利なんだよね今回。グーさんもちょっと減量するぐらいですよね。まあそうだね、今78キロぐらいあるから、水抜き5キロぐらいして当日75か6でもライト級みたいな体で戦えるから、でこれ12ラウンドとかあったらメイウェザーが言ってたようにちょっときついんですよ。多分俺持たないんですよね。だから3分3だから、まあ瞬発力っていうか爆発力のある俺の戦い方をできるんで、5分3やってるからね普段。そうっすよね。本当なんか楽しみだし、なんかザ・マッチもね今週末に迫ってますけど、またもう一回日本を沸かせたいですね。はい、まあそんな感じでね、今回メイウェザーと試合が決まっていろんな声もあると思うんですけど、まあ、この試合が決まった経緯についての、まあ、報告でした。はい。皆さんすいません、先ほどのライブ配信途切れとったねなんか、まあ、雷神の方で放送されてるから、そっち見に行ってもらったらいいんじゃない？申し訳ないです。じゃあそんな感じで、まあ、今回メイウェザーとね試合決まった経緯を、報告させてもらいました。まあ、9月はねちょっと本当に毎日を大切にバンバン練習していってめっちゃ盛り上がる試合しようと思ってるんで、皆さん応援の方お願いします。